家なしです。7月17日、ファイナルファンタジー14モバイルのサービス終了が発表されました。お断りですが、私は一非課線として本当に残念に思ってます。誰も覚えてないでしょうけど、私はアナハイムファンフェスの基調講演で、14モバイルの日本上陸が発表されるというクッソピンとずれた予想を立てていた人です。自分自身中国の SSQ モバイルゲーム、名鳥とかスタレとかも楽しくプレイしていて、あの辺の品質の高さを知ってる身だからこそ、そこに風穴が開けば、14の新たな展開も芽吹くだろうって思ってたので、マジで残念。というわけで、人のチャレンジを笑う意図ではなくて、純粋に自分の好きなゲームのモバイル版がどんなサービスで、どういう経緯で今回の結末に至ったのか、その原因は何か調べたり考えたので共有します。まず、机上の情報をパッと共有した後、実際のプレイヤーにもインタビューしたので、その内容もお届けします。まずは概要。ファイナルファンタジー14モバイルは2013年から稼働している世界的長寿 MMORPG、ファイナルファンタジー14のモバイル版です。モバイル版とはいえ、世界観こそ本家14と同一であるものの、PC や家庭用ハード民とのクロスプラットフォームプレイはできず、モバイルで独立しています。稼働地域も本家は日本、北米、欧州、韓国、中国ですが、モバイル版は中国のみです。勘違いされやすいんですが、モバイル版はスクエニが開発したものではありません。どういう座組かっていうと、テンセントゲームズ社内の大型開発スタジオであるライトスピードスタジオズっていう部隊がスクエニからライセンスを取得して、で、スクエニ監修のもと開発運営していたものです。テンセントっての言わずもがな世界最大のゲーム会社で、名鳥とかメガニケとか、リーグオブレジェンドとか、バロラントの運営会社とかも、みんなテンセントの子会社とか、あるいは資本が入っていて、ライトスピード自体もPUBG のモバイル版を作っていて、累計売上1兆円超を作った舞台です。ヨシピー曰く、もともと14のスマートデバイス市場への進出ってのは、バトルメカニクスが複雑なのと、あとコンテンツが膨大なのもあって諦めかけていたところ、ライトスピード側からスクエニに話があって、で、その熱意もあって今回の話が成就したとのことです。ゲームのターゲットとしては、今まで14は気になってたけど、PC や家庭用機で腰を据えて遊ぶ気になれなかった人がメインターゲットとインタビューで答えています。マネタイズとしては、本家14は月1400円程度の月額課金と、あと一部見た目のスキンが有料で、キャラの強さに直結する課金要素はありませんでしたが、14モバイルも同様のスタイルです。去年6月19日に中国で先行リリースされていて、後続グローバル版の配信を控えていたところ、配信に至らず、1年3ヶ月で差しが発表されたものです。どうも去年11月の時点で14モバイル中国サービスの公式サイトの最新情報の更新が止まってたり、あと今年6月にはグローバル版のウェブサイトにアクセスできなくなっていたので、もともと悪い兆候はあったみたい。続いてゲームに対するもともとあったプレイヤーコミュニティの反応。まず肯定的なもので言うと、中国最大のレビューコミュニティであるタップタップの年間ゲーム大賞でベストナラティブ部門にノミネートされています。ストーリーの再現とか移植品質は中国でも認められていた形です。それとモバイル版独自のミラプリとかワンタップでの移動やら倍速機能やらの UI については本家に逆輸入してほしいっていう声もあったぐらいで、要するに一部の QOL は本家超えてると受け止められていました。あとは数値を売らない課金体系を高評価している声もありました。一方で批判点としては、例えば20日以上プレイした方のレビューで言うと、序盤の手動での長い移動と戦闘頻度の低さ、それと半日遊んでもまだ十数レベルっていう成長フィードバックの弱さで、装備とかレベルが自動調整されるので、数値の暴力でねじ伏せるっていう遊び方ができないこと、このあたりのスローペース感を今の市場が歓迎するのかって懸念してたり、本家ですでに 7. ペケまで実装されてるのに、差し発表までの1年3ヶ月の間に 3.0 にあたる蒼天のイシュガルドまで入らなかったコンテンツの実装スピードの遅さ、あとフル充電で最大2時間ぐらいしか稼働しない最適化の悪さを指摘する声もありました。数値で殴れるような課金をさせないっていうヨシピーもインタビューで言及していた思想が、ポジティブにもネガティブにも受け止められている点が興味深いし、私も両方の気持ちがよくわかります。パッと調べた感じの概要は以上です。では続いて、冊子発表当日もゴリゴリプレイしていた方に、実機のプレイ画面を見せてもらったり、プレイの所感を伺いましたので、その様子をどうぞ。はい、キムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが、14のプレイ履歴を教えてください。はい、モバイル版の14は2024年のクローズドベータテストから今に至るまでプレイしてます。で、自分は海外のモバイルゲーばっかりプレイしていて、で、その一環でFF14 が出るならっていうことでプレイしました。当時は本家14もやってなかったんですが、モバイル版を経て本家にも手出しまして、今はパッチ 7.4 までメインクエも終わらせています。はい、ありがとうございます。なんか日本人の方で中国展開されているモバイル版から手つけて、その後本家に入るっていう流れはすごい珍しい方だなと思いました。では続いてモバイル版ではどんなコンテンツが実装されているのか教えてください。
はい、まずメインクエなんですけど、メインクエは 2.5、要するに新生エオルゼアまでで、メインクエの内容はほぼほぼ本家と同じで、どこかが省略されてるっていう感じではありません。で、レイド系で言うと、極透滅戦があって、自分は極タイタンで累計7時間ぐらいかかりました。っていうのも、そもそも高難易度コンテンツをやってる人を集めるのが大変だったっていうのと、あと集まった後に14のギミックにまだ慣れてない人たちの集まりなんで、攻略に時間がかかったっていう感じです。で、それと大迷宮バハムートがあって、通常と霊式の他に、激闘っていうカテゴリーがあって、霊式より難しいけど、絶よりは簡単っていうぐらいの位置づけです。で、あとはゴールド操作のコンテンツとして、カードゲームとか、チョコボレースとか、あと5対5の PVP、クリコンとか、で、後からですけど、ハウジングも実装されました。特にハウジングは中国でも期待値が結構高かったですね。最初、抽選バグとかがあってごたついたんですけど、完成度自体はちゃんと高くて、これがモバイル版の L サイズハウスなんですけど、調度品とかも結構種類ありますし、あと浮かせなんかも公式機能として実装されてます。で、UI の方はコミュニティで言われてる通り使いやすいと思っていて、例えば目的地までのオートラン機能とか、今はボタン触ってないんですけど、これで移動できますし、あとマテリアの付け替え画面とかも結構直感的ですし、これはむしろ本家も取り入れた方がいいやつもある感じです。あとデイリーが6種類あって、ラインナップも本家と大体同じです。ただ、アライアンスレイドは24人じゃなくて8人で突入します。で、レベリングだけで言うと1回3分ぐらいかかりますね。あ、3分なんですね。さすがにそこは本家よりも時間かからないんですね。そうなんですけど、あっちの文化として、1回パーティー組んだら、そのメンターを除いた5種類のルーレットを全部回す感じになるんで、結局1日20分ぐらいかかるんですよ。あ、1日20分って言うと長いっすね。私もスタレとか名調とかデイリーやってるんですけど、1日3分とか下手したら3分もかかんないですし。そうですね。で、それで上がるレベルも2、3レベルぐらいなんでちょっと重いかなって。で、デイリーは重いんですけど、逆に言うと、今紹介したコンテンツ以外、やることがなくなっちゃうんですよね。メインクエやっちゃうと。もともとリリース間隔って5週に1回ぐらいのペースで、リリースしてから1ヶ月間ぐらいは、ロードマップとかも示されてたんですけど、それ以降出なくなっちゃったし、で、リリース間隔もどんどん長くなり始めちゃって、最初は PLL とかもやってたんですけど、向こうのプロデューサーがタイガーさんっていう方なんですけど、この人がヨシピーにインスパイアされちゃってんのか、勢い余って喋んなくていいことも喋っちゃう人で、で、公式から表に出る機会を捉えちゃって、で、以降 PLL も、あとよくある録画方式の予告特別配信とかもやらなくなっちゃったっていう。だからコンテンツはないし、それらが今後どうなるかっていうのを知る機会もなくなっちゃってたっていうのがきつかったですね。プレイヤー人口の推移的には、キムさん目線でどういう風に見えてたんですか？いや、減ってはなかったと思うんですけどね。っていうのも、ちょっと脱線するんですけど、リリースしてからすぐに、業者ボットが湧いちゃって、で、公式が無課金者に対して、マーケットボードとかカンパニーチェストを閉鎖しちゃったんですね。で、しかも中身の返却もせずに。僕たちこれを第一零細って呼んでるんですけど、いずれにせよそれでボットは締め出されちゃったので、確かに目の前の人影的なところで言うと減ってるんですよ。ただ、ルーレット回す時の先待ちの時間は特に減ってなかったんで、減ってるっていう印象はなかったですね。ありがとうございます。確かにプレイ画面今見せてもらってる間も、ワールドの混雑状況がどれもやや混雑になってますし、全然閑古鳥鳴いてるとかそんな感じじゃないみたいですね。課金要素としては何があったんですか？まず課金手段としてはよくある月パス。日本円で言うと600円から800円ぐらいで毎日ログインしてクリスタルみたいなやつを集めます。で、このクリスタルっていうのは直接買うこともできます。で、このクリスタルで何を引き換えるのかっていうと、ミラプリだったり、幻想薬だったり、エモートだったり、髪型だったり、あとは武器を光らせるためのアイテムも課金制です。ただ5をクリアすると課金しなくても武器を光らせられるので、5とかプレイしていない人向けの第2の手段として課金のルートがある感じですね。で、それと本家と同じく課金でクラスクエストとかメインクエストを進めたことにもできますし、あとちょっと変わったところで言うと、風脈の解放ができたり、あと一時的に獲得経験値に 50% のバフが付けられたりします。ちなみに日本人プレイヤーは課金する手段がないので、基本的に全員無課金です。基本プレイ無料なんで良心的ではあるんですけど、これで成り立つのかなとも思ってたんで、やっぱり月額課金制って万能なんだなって思います。確かにこの課金ラインナップだと、そのキャラも武器も貫突する人みたく、10万円とか100万円とかのハイ課金者も現れにくいんで、そこも収益上苦戦を強いるポイントになってるかもしれませんね。プレイしてみて、キムさんご自身は楽しかったですか？自分は楽しかったですね。中国の友達も増えましたし、あとこの UI で光るボタンを押すだけっていうゲームはたくさんありますけど、ちゃんとしたスキル回しがあるっていうゲームが自分が経験した中でこの作品ぐらいだったので、それがすごく新鮮でした。ただコンテンツがやっぱり少なかったと思っていて、自分は本家の方でメインストーリーやってオルシュパンのところで泣いてメインジョブタンクにしたんですけど、イシュガルドのストーリーを見た自分としては、モバイル版も 3.0 まで作ってからリリースすればよかったのにっ
とは思いました。そういう感じでメインク含めてそこまで充実しきれてなかったにもかかわらず、デイリーは1日20分ぐらい持ってかれるので、ソシャゲとして見ると重くて、PC ゲーとしてはコンテンツが少なすぎるっていう、そういう状態が微妙だったのかなと思います。ただ、あくまで通用しなかったのはモバイルゲームとしてであって、14をモバイルでできた興奮とか感動っていうのは、今までのスマホゲームの中でも最高だったと思ってます。本家でスイッチ版これから出るじゃないですか。僕みたいにそこから PC 版に触れるっていう人も絶対出てくると思うんで、あれは応援したいなと思ってます。はい、キムさんありがとうございました。というわけで実際にプレイしていた方の所感でした。画面を見ていただくとわかる通り、本家14の再現度としてはすごく高いんですけど、キムさんもこうおっしゃってたんですが、モバイルに落とし込むにはあまりにも14まんますぎたと。なのに申請部分だけ切り取ってるからコンテンツについては不足感があって、帯に短し、タスキに流し状態で思うようにプレイヤー人口、プレイ時間が伸びず、プレイ時間に依存する課金体系では収益がテンセントの期待水準に届かず差しを迎えたという構図なのかなと思いました。私も日本語圏ユーザーが運営する14モバイルのディスコードコミュニティに前から入らせてはもらっていて、その中の人たちは楽しくプレイしているのを傍目では見てたんですけど、本家14もプレイ済みっていう人が多かった印象なので、もともとモバイル版のメインターゲットだった今まで14やってこなかった人への訴求については厳しかったんだと思います。で、ここから私の所感ですが、今回の差し過度に悲観する話ではないと思っています。なぜなら14に限った話ではないから。ご存知の方も多いですが、テンセントは手広いんだけど見切るのも早い会社で、ライトスピード開発の話で言うと、Apex のモバイル版も2022年5月に配信開始して1年未満で差ししてますし、私も知らなかったんですけど、一昨年の6月にもなんか中国からワールド・オブ・ウォークラフトが消えた隙を狙って、タリスランドっていう MMORPG を打ち出して、で、これも1年半足らずで差ししています。あっちからすれば、テンセントの数あるチャレンジのうちのエラーの一つに過ぎず、今回の差しが14だから通用しなかったっていう話とは直結しないっていうことです。で、しかもこの事実をスクエニとしては、言い方乱暴かもですけど、金銭面での損失はなく確認できたっていうか、今回はライセンス契約だったので、仮にモバイル版がバカ売れしても、利益面でスクエニが恩恵授かれなかった一方で、逆もしかりでこけても、損失はテンセントが丸飲みのはずです。ヨシピーがインタビューで語ってた、もともとモバイルは諦めかけていたっていう発言は、機会があればチャレンジしたかったっていう裏返しでもあって、14はモバイルで通用するのかっていう積年の宿題を、他社の予算と他社の技術である程度答え合わせができたっていうのは、スクエニにとっても収穫があったのかなと。やっぱモバイルはきついから14は PC 家庭用に注力だって意思決定がなされれば、PC 家庭用やってる人たちからすれば悪い話じゃないですしね。14未プレイの人へのリーチはどうすんねんって話は依然残りますけど、モバイル版の展開って手段の一つでしかなくて、例えば先日 PC 家庭用版の方で発表された現代のプレイスタイルに寄り添ったウィークリー制への移行とか、ジョブの操作方法のガラポン、いわゆるエボルブモードの導入とかもその手段の一つだと思っています。なので PC 家庭用版の方で新規取り込んで引き続き MMORPG 最強格の立場を維持してほしいですし、今度ペイトゥウィンゴリゴリの MMO じゃない14モバイル2をぶちかますでもいいですし、いずれにせよ教訓が生かされれば道中のチャレンジは失敗と呼ぶべきことではないと思います。以上、モバイル版の差しを受けて調べたことの共有でした。もう一回言いますが、アウトプットのゲームに対して面白い面白くないとかは一ゲーマーとして好きに言いますけど、人の失敗を笑い始めたらマジ終わりなので、これに懲りず14ガンガン挑戦してほしいし、一非課線として応援したいと思います。実際にモバイル版をプレイしていた方、やってみてどうでしたか？未プレイの方、モバイル版のプレイを見て、あるいは話を聞いてどう思いましたか？感想をぜひコメントください。今後もゲームの気になったニュースを調べて皆さんに共有しますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。